こんにちは、横山です。今回は釣り方2つ目の過程、寄せた血抜き差し餌を食わせる方法について説明します。これは4つの中で唯一ちょっと難しい工程になります。始めたばっかりのうちはですね、血抜釣りで難しいのは当たりの取り方とかやり取りが難しいと思う人のが多いと思いますけどね、問題はこれです。血抜き差し餌を食わせる、仕掛けをどうなじませるかということですけども、基本はトントンと呼ばれる釣り方であります。水深とぴったり同じだけ釣り糸を垂れてですね、そこに差し餌がちょうど触れる状態で魚が食うのを待つという釣り方ですね。団子から差し餌が出たらちょっと穂先を下げてやる、これだけでもうトントンの状態になります。で、状況によってはですね、この釣り方だけで通用するんですけどね、ただ実際にはなかなかそうはいかないんですよね。日によって釣り場によって海の状況は様々に変化するからです。いかだ釣りをややこしくする諸条件、順に挙げていきますと、まず潮流、素直に一方向に流れる時もあれば表層だけ流れたり、上と下で流れる速さや方向が異なる二枚潮というのもあります。それから海底の状態、釣り場によっては根がかりがひどかったりするということですね。水温、酸素濃度、塩分濃度は魚の定義する棚に影響します。海上の波や風も厄介ですね。血抜を寄せるのに一役買ってくれてた小魚たちもですね、この段階になってくると障害になり得ます。で、こういった条件の下では何かしら対策を打ってやらないと、せっかく寄せた血抜の口に差し餌が届かないんですね。で、具体的にどうやって対応したらいいか、今から一つずつ、説明していきますけども、その前にまず理解しておいていただきたいのは、水の上で釣り人にできることというのはたった2つしかないということです。重りの調整と、それから糸の出し入れですね。重りをつけたり外したり、大きくしたり小さくしたり、それから糸をどれだけ出すか、どういうタイミングで出すか、これしかできないんですね。竿の操作というのもありますけどね、水深がそれなりになってくると短いいかだ竿でできることというのはほとんどありません。基本重りとそれから糸の操作、この2つの組み合わせで仕掛けをコントロールしていきます。2つだけですからね、実際そんなやれることって多くありませんので、シンプルに考えていくといいと思います。はい。そしたら、ざっと説明していきますね。まず流れがある状況ですけども、多少の流れであれば、さっきのトントンの釣り方にガン玉を足して、ポイントの中に差し餌がとどまるようにします。差し餌や糸が流れに押される力に負けないようにですね、下に引っ張る力を足すということですね。で、流れの強さに釣り合うようにガン玉の大きさを選んでいきます。で、この釣り方で抑え込めないほど流れが強くなってくると、足元のポイントに限らず潮下の方でも釣れる可能性が出てきます。で、こういう時は差し餌を流して潮下の方も探っていくということですね。釣り方はですね、まずポイントが潮下にボケないように気をつけます。流れが強い時は団子は潮紙に投入して自分の真下に着底するようにします。で、崩壊するまではですね、転がっていかないように竿で引き止めて、流し始めの起点になるポイントは直下に作るようにするということですね。で、差し餌が団子から出たら竿で流れについていって、で、腕いっぱいまでいったらリールをフリーにして、で、竿を潮紙に持っていきます。で、この穂先が移動した分だけですね、糸を余分に出して、で、また竿で流れについていくと、この繰り返しで糸を送り出していきます。重りの大きさ、それから糸を送り出すタイミングでですね、流す速度やそれから差し餌の浮き上がり加減を調整するということですね。で、流れがある場合でもですね、直下のポイントは依然有望ですんでね、大きい重りを使って無理やり止めるなりしてですね、団子の周りも探っていくようにしましょう。はい。で、次に二枚塩をですね、補細から伸びてる糸が左に行ってるのに巻き上げてると針が右からもしくは真下から上がってくる、これが二枚塩ですね。上だけ流れるとか底だけとか、上下で逆方向とかいろいろありますけども、多分一番多いのは上だけ流れて底があまり動かないというパターンだと思います。表層の潮というのは風の影響を受けやすいですからね。で、上の潮が強いと上の方の糸が流れに押されていきますから、で、差し餌がどうなるかというと上に引っ張り上げられていく形になるんですね。で、放っておくとポイントから外れていってしまうということです。で、それを防ぐために、やはりまずはガン玉で対処します。トントンの釣り方にガン玉を足して、で、糸が流れに押される力に負けないように下に引っ張ってやるということですね。
トントンで対応できないほどもし流れが強ければ大きい重りでドスンと下に止めてやるといいと思います。重りを使わずにですね2枚以上を攻略するやり方もあります。いわゆるはわせとかプラスと呼ばれる方法ですけども、団子が着底したら挿絵が出るのを確認せずに糸を余分に引き出して海面に放ってやります。こうすると上の方で余った糸が流れになじむまでの間、下の方の糸は上に引っ張られなくなりますんでね、その間挿絵が安定してチヌが挿絵を組むまでの時間が稼げるということですね。であとはですね難しい状況でいうと底が強く流れていて潮霜にチヌが居ついているという可能性がある場合で、かつ上の潮がですね底潮よりもさらに強力に逆方向に流れている、こういう時はですね上の潮に対応することはできても挿絵を逆方向の底潮に乗せて流すというのは不可能ですね。ですからもう潮霜のチヌは諦めてですね直下のポイントだけで勝負してもいいと思います。それでもどうしても霜も探りたいということであれば、大きい重りを使って団子をくるまずにちょい投げしてですね直接潮霜に落とし込んでいくか、それか糸を大量に余分に出してプラスのやり方ですね。フロロの糸というのは自重がありますんで上の潮に流されながらも沈んでいくと思いますんでね、上の方の仕掛けがなじみきるまでに少しは下の潮につかませるということができるかもしれません。そんな距離は流せないと思いますけどね、直下をメインに探ってですね何とかに一頭こういうやり方も混ぜてやっていくといいと思います。はい、で、ここからは釣りの障害になる条件とその対策について説明します。まず根がかり、釣り場によってはですね底が岩礁帯だったりカキ殻が落ちてたり海藻が生えていたり場所によって様々ですけどね、根がかりがひどい釣り場では基本底は捨てます。カキ殻なんかの下に挿絵が隠れてしまうようではいつまで待ってても釣れませんし、かかったとしても糸に傷がついていると取り込めないということになりますんでね、障害がある釣り場では消去法の考え方で釣り方を絞っていきます。そこに糸が触れるような這わせる釣り方は除外、それから重りで底を転がしていく釣り方も除外、トントンで待つ時も竿を下げずに底を数十センチ切って浮かせた状態で待つようにしてですね、流す時も50センチ1メーター上を深瀬気味に流すように、とにかくそこに仕掛けを近づかせないようにするということですね。根がかりもですね程度が様々ですんでね、毎頭詰まるという釣り場では今話したようなことですけど、3回に1回引っかかるとかいうことであれば、根やゴミがですねそんなに多くない点在しているという状況やと思いますんでね、こういう時は一か八かでそこを使う釣り方も試してみればいいと思います。状況に合わせてですね、根がかりする釣り場で底を使った釣りをする時はですね、3号の糸を使ってで、ゴミや海藻に挿絵が隠れてないかなということを常に意識しながらやるといいと思います。はい、で次、底の潮が悪い時、これは大体水温の問題でだと思いますけどね、海底に魚がいないということが稀にあります。大雨の後、特に近くに川が流れ込んでいるような釣り場ではそこに水潮が流れ込んでいるということもあるでしょうし、釣り場によっては夏の時期そこで赤潮が発生するなんていう日もあります。こういう時はですねそこだけやってても釣れないですからね、少し上の方の層も狙っていきます。流れが全くなければ竿で誘い上げて落としてみたり、中切り長法でそこより少し上を狙うぐらいしかできないですけどね、少しでも流れがあれば、私がよくやるのはトントンの釣りで糸を送らずにですね挿絵を浮き上がらせて待つというやり方です。流れに押されて浮き上がってきた仕掛けは潮流の糸を押す力とそれからガン玉の重さが釣り合ったところでですね必ず止まります。その状態で浮かせて待つということですね。使うガン玉の大きさによって浮き上がる高さが変わりますんでね、ガン玉のサイズをいろいろ試して正解の棚を探るようにします。中層を狙う中切り長法についてはですね別のビデオで紹介しますんで、そっちの方を参考にされてください。はい、で、次に餌取りですね。餌取りが高活性で数が多い場合、対策としては基本2つですね。1つは当たりの少ない取られにくい餌を選択するということと、それから挿絵が動かないようになるべく目立たないようにするということです。
あとはチヌが入ってくるまで時間がかかるという時はですね、団子を握る回数を極端に増やして時間稼ぎするのも有効です。落下中に出た煙幕が消えて餌取りが落ち着くまでですね、なるべく長い時間挿し餌を団子から出さないようにするということですね。はい。で、最後にですね、風や波で釣り竿が安定しない場合ですけども、これ揺れてるだけやったらそんな問題ないと思いますけどね、うねりが入ってくると釣り竿が上下するんですね。あとは風が吹くとイカダが数メートル流されるという釣り場もあります。こういう時はですね、可能な限り腕や上半身で揺れを吸収して、でそれでも対応しきれないようなら吸収しきれない分だけ糸を余分に出して、刺しを引っ張らないようにですね、仕掛けをゆとりを持ってなじませてやるようにするといいと思います。はい、ありがちな状況ごとの考え方としてはこんなとこですね。で、これを頭に入れていただいた上で申し上げたいのは、仕掛けはですね、まず頭を使って、で最終的には手でなじませるということです。どういうことかと言いますとね、ここまでの話というのは断片的な情報から今水中がどういう状況にあるか、論理的に推測して、でやはり論理的にその対策を導き出していくという作業なんですね。いわゆる水中をイメージするという部分で、かかり釣りでは大事な必要な作業なんですけどね、ただこれだけでは不十分なんですね。水の上から穂先とそれから水面までの少しばかりの糸を見て、であと手の感触ですね。でこれだけで水中の状況を全部把握するというのはこれは不可能です。加えて同じく水の上からですね、10メートルから先の見えない挿し餌や重りを思い通りに操作するなんてなおのほど限界があるんですね。例えば私最後釣りした時、5、6メーター潮下に挿し餌を流していって、で当たりがないから回収しようとしたら、釣り竿の真下で根がかりしてたということがありました。ずっと流してたつもりが実際は団子から出てすぐ根がかりしてたということですね。これ全然気がつかないです。そこを少し切って海底をトレースするように流していく。これ簡単そうに思いますけど、そもそもできているかどうか検証すること自体が不可能なんですね。できてないという根拠がないからできていると思いますけど、冷静に考えるとできていると言える根拠もないんですね。大きい重りを使ってそこを転がしながら流していく、これはできます。海底を使う釣りというのはだいたい思い通りにイメージすることもコントロールすることもできるんですね。慣れれば小さい重りでもそこを取れるようになりますしね。ところが一旦そこを離れるとですね、いきなりわからなくなります。根がかりして糸だけ押されてても、挿し餌がそこから20センチをキープできてても、2メーター3メーター4メーター浮き上がっても水の上に座ってくる情報というのは一緒なんですね。何が言いたいかと言いますとね、分かっているつもりでも実は水の上からでは分からないことってたくさんあって、でこういう部分が分からないということを知るということがまず大事ということです。でその分からない部分をどう解決していくか、これはですね試行錯誤で解決していきます。重りのサイズとか糸の出し方、これをいろいろ変えてですね、で実際に一頭一頭試しにやってみて、でその結果を見ながら調整をかけていく、トライアンドエラーというやつですね。例えばですね、前段で説明した底潮が悪い状況で挿し餌を浮き上がらせて止めて待つ釣り方でやる場合ですね、どの大きさの重りがそこから何センチのところで釣り合うかというのはやってみないと分かりません。正確にはやってみても分からないんですけどね、そもそも魚が何センチ浮いているかも分からないですね。でこういう時は1頭ずつ重りのサイズを変えて順番に試してやってみます。繰り返し釣れるまで。で、実際はですね、持ってる重り全部試すよりはですね、例えばノーシズ 2B、4B とか3種類ぐらいでやるといいと思います。調整幅を探るときはですね、この振り幅を大きくやってた方が分かりやすいですからね。で、2B で釣れたとします。で、そうと釣れた後もですね、結局どの棚で食ったか、仕掛けがどうなってたかっていうのは分からずじまいなんですよね。そうですけど別にいいですよね、それで釣れれば。同じ 2B を使えば連発も狙っていけますし、潮が緩んだり強くなったりしたらその 2B を基準に調整していけるということですからね。はい、ここでですね一つ例題です。水深が10メートルほどの釣り場で、上が強くて、底が弱い逆方向の二枚潮、
で海底は10センチも流すと根がかりするほど荒れた状態で、餌取りは高活性で、うねりと突風でいかだが不安定な状態、どうやって釣りましょう。難しいですよね。実際の釣り場ではですね、説明した事象が同時に組み合わさって起こるんですね。あまりにも状況が複雑でもうわからないという時はですね、重りや糸の調整に限らず釣り方自体を複数交互に試してみます。例えば3通りですね。まず大きめのガン玉で浮き上がるの覚悟で踏ん張るトントンの釣り方、それからノーシズで団子の割れが確認されないままから糸を2広たっぷり余分に出すプラスの釣り方、それから大きい重りで間近のカキ殻に刺し餌が詰まらないように引っ張りながらですね、無理やり止めるぶっ込みの釣り方、この3通りを交互にローテーションさせるという具合にですね、細かい調整にしろですね、釣り方そのものにしろですね、まずは水中の状況とそれから対処法を想定して、で推測だけで判断できない部分については絞り込んだ選択肢の中からですね、それっぽいものを交互に試行錯誤して正解を探り当てていくと、こういうことですね。まずイメージをしてでそれからトライアンドエラーと。まあですね、ざっくり合ってればいいと思います。よっぽどずれたことをしてると釣れないですけどね、そもそも相手は魚ですからね、多少のずれであれば向こうから泳いで食いに来てくれますんで、正解の枠はですね、決して狭くはないです。大体合ってるということが大事なんですね。で、この釣り方を探る作業はですね、寄せの段階からやっておくようにします。試合になってから始めたんでは間に合いませんからね。前回紹介した寄せの作業中にですね、状況の把握と釣り方の絞り込みを並行して進めていくということですね。はい、以上です。チヌがですね、団子に鼻を突っ込んできてくれるような日は何の苦労もなく簡単に釣れるんですけどね、ちょっと難しい日に当たったとしてもですね、試合の最中に釣り方でイライラ悩むのもイカダ釣りの面白いとこですんでね、難しい時ほど達成感も大きいですから、いろいろ楽しみながらやられていただきたいなと思います。はい、最後にですね、釣りは自由です。解釈は人それぞれですし、釣り方も人それぞれ、正解は常に一つですけどね、魚が釣れたら正解。ただそこに至る過程がですね一つじゃないというところが面白いところだと思うんですね。同じ状況で同じ魚を釣るにしても、重りを使わずに糸をたくさん出してやるやり方もあれば、大きい重りでビタッと止めるやり方もありますし、ガン玉を張りすぎ複数噛みつけたりとかですね、いろんなアプローチがあるんですね。釣り場で最後頼りになるのは、自分の勘ですとかひらめきあったりとかしますんでね、ぜひ頭を柔らかくしてですね、自由な発想で正解を探り当てていっていただきたいなと思います。はい、今回は食わせの過程について説明しました。次回はですね、合わせの過程ですね、当たりのメカニズムと見極めについて説明します。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ごきげんよう。